こんにちは。今回は価格改定が起きる ZR-V を見ていきたいと思います。それでは行きます。Now loading。まず、車両本体価格の改定内容から見ていきます。このグラフの見方は縦軸が車両本体価格、横軸がグレードとなっています。そして、左側の4グレードが4輪駆動、右側の4グレードが2輪駆動となっています。本当は他にもガソリングレードもあるんですが、あまり人気がないみたいなので今回入れていません。なので今表示しているのはハイブリッドのグレードのみです。どのグレードも価格が上がっていることがわかりますね。人気のあるグレードは、ハイブリッドの Z グレードのようです。今回の値上げで、人気グレードの中でも最も車両本体価格の低かった、二輪駆動のハイブリッド Z グレードも、本体価格400万円を超えました。実際の値上がり額に関しては、こちらのグラフで説明しますが、どのグレードも一律ほぼ16万円値上がっています。一律、本体価格を値上げしているので、この価格改定によって人気グレードがということは考えにくそうですね。ちなみにこの価格変動は7月4日木曜日から変更するようです。ということで、今回の動画では、人気グレードである Z グレードの二輪駆動を紹介していきたいと思います。では、まず、フロントから見ていきます。フロントフェイスが独特で、街で見かけたらすぐにわかりますね。ヘッドラップはフル LED ヘッドライトで、Z グレードだとオートレベリング機構が搭載されているため、自動でヘッドランプから出る光の上下方向を調整してくれます。後席に人が座ったり荷物を積んだりした際に、車の後ろ側が沈み込んでしまって、ヘッドライトの光の向きが適切ではない方向を向いてしまったとしても、このオートレベリング機能で自動調整してくれるということですね。ヘッドランプの下を見てみると、ソナーがついていました。フロントサイドは、穴を開けることで、タイヤ周辺の風の流れを改善して空気抵抗を低減させているようです。フロントグリル周りを見ていくと、まず、グリルの上に、デカデカとホンダのエンブレムがついています。フロントグリルはまるで口を尖らせたような開口形状になっていて、縦のラインが目立っています。カメラをひっそり中央につけていますが、全然目立っていないです。フロントロアを見てみると、ロアにも一応グリルはついていました。ラジエーターの横筋に対して、グリルのテクスチャーを斜めにしているため、全然中身見えしていないですね。続いて、サイドから見てみます。ZR-V の車両サイズは、全長 4570mm、全幅 1840mm、全高 1620mm、ホイールベースは 2655mm です。他の車両と比較をしてみましょう。では、まず、日産の X トレイルと比較をしてみると、出てきましたね。全長と全高は X トレイルよりもやや小さいですね。ただ、見た目に対して、ZR-V って結構車両サイズ大きいですね。続いて、WR-V を見てみると、WR-V よりも一回り車両サイズが大きいことがはっきりとわかります。ホイールベースはほとんど同じですね。ベゼルも見てみましょう。ベゼルは、WR-V と車両サイズがほぼ同じなので、ZR-V の方が一回り大きいですね。そして、トヨタ系の車両とも比較をしてみます。まずは、RAV4 から見ていきますか。RAV4 に対しては、ZR-V は一回り小さいですね。ということで、意外と大きい車だということがわかりましたね。では、改めて、ZR-V をサイドから見てみます。SUV ですけれども、ホイールアーチトリムがついていないので、ホイール周りがスッキリした見た目になっていますね。ホイールは18インチアルミホイールとなっていて、この Z グレードでは、ベルリナブラックと切削加工のコンボですね。中央のエンブレムが際立つようにベルリナブラックを中央付近に配色させて、外側は、切削面を見せることで、タイヤが大きく見えますね。タイヤのサイズは、タイヤ幅 225mm、扁平率 55%、18インチです。純正タイヤでこのホイールを履けるのはいいですね。そのままサイドロアを見ていくと、全く樹脂プレートがなくて、全然安っぽくない。最近 SUV で、このボディ見かけること少なくなってきているので、ZR-V のユニークポイントになりそうですね。ドアミラーはアッパーだけボディカラーと同じ配色ですが、その他の部分も少しラメがかかっていてマットな感じではないですね。ドアのアウターハンドルを見てみると、静電スイッチがありますね。サイドアッパー部はツヤ入りのブラック塗装が設定されています。さすがに400万円前後の価格になると、このぐらいの装飾はぜひしてほしいですよね。もちろん、オペラガラスも設定されていて、リアスポイラーもついているので、スタイリッシュではありますが、テールゲート部での傾斜がやや高めになっています。
リアスポイラーで、空気抵抗を低減するために、空気の吹き下ろし角度を調整した結果、このようにテールゲートの傾斜をつけないといけなかったのかも。給油口は助手席側についていて、手で押すだけで簡単に給油口のリットを開くことができます。リアのホイールはこのようになっています。WRV と異なり、ブレーキキャリパーもついていますね。では、ここからリアを見ていきます。第一印象としては、横幅が大きく見えるなぁと感じましたね。ハイマウントストップランプは、リアスポイラーに装着されていて外付けですね。このリアスポイラーのフォルム、私結構好みです。そのまま下を見ていくと、ボディの面は丸みかかってるように見えて、ボディ全体が大きく見えますね。リアコンビネーションランプは左右独立していて、LED テールゲートランプとカタログに記載があったので、もう少し細く作れたはずですが、ZRV は太めに作られていますね。おそらく、これは、ライトのシグネチャーをイカズチのようにさせたかったから、太くせざるを得なかったのかも。リアロアを見ていくと、なんと液パイフィニッシャーが左右に2つもついていますね。スバルみたいなスポーツ向けの車両ではないので、ちょっとやりすぎてる感じはしましたが、やっぱり、液パイフィニッシャーついてるとかっこいいですよね。リアロアにソナーもついているので、全長が長くても、安心して駐車できそうですね。それでは、テールゲート開けてみたいと思います。開きました。横幅が大きくて、たくさん物が詰め込めそうですね。ドアの上部にはプラスチック製ですが、中央で折れるカバーがついてますね。これならこのカバーの上に物を乗っけても、カバーがたわんでしまうことはなさそうです。後席から見ると全然プラスチック感がなくて、質感いいですね。サイドには白色のバルブランプが2つ装備されていて、格納式のコンビニフックもついてますね。サイドにはタイヤ幅ぐらいの収納スペースは確保されていて、段差をなくすためのカバーもついてますね。運転席側には、これはウーハーでしょうか？また、傷がつきにくいように、横筋を内張りに入れていますね。そして、AC 電源ではないですが、電源ソケットがついてますね。後席で電源ソケットってどういう時に使うんでしょうかね。もちろん、このテールゲートは自動で開閉できるようにもなっていて、ボタンを押すだけで勝手に閉まります。身長の低い方でもテールゲートを閉められるように、テールゲートの最大高さ位置を車に記憶させることもできるようです。それでは、内装を見ていきます。ZRV の内装は奇抜なので見どころ満載です。ドアの上部は合皮が巻かれていますね。しかもアンビエントライトも設定されていて、高機能で値段に合った作りだなと思います。シートメモリースイッチも2つ装着されていて、ドアハンドルはサテンメッキです。掴みやすかったなぁ。使用する上では、特に問題はないのですが、後ほど登場するプルハンドルの方がユニークすぎて気になりましたね。パワーウィンドウスイッチは全体的にマットに作られていて、変に浮き立った感じがなくて一体感が感じられますね。縁が大きいせいか横に大きく見えますね。そして、これがプルハンドルです。文字通りくびれています。ドアのアームレストはしっかり柔らかいですが、やはりくびれてる付近はついてなくて固めでした。私の手にはこのくびれ形状が大きく感じられて、ドアも結構重くて大きいので、多少締めづらいなっていう感じはありました。そして、ロアを見てみると、この内張りの横筋は、デジタル造形デザインと呼ばれるもので、デザイン性と傷の目立ちにくさを両立させたもののようです。カップホルダーは2つついていて、もちろん、ドアスピーカーもついています。グリル周りに黒い過色もついてますね。ドアアームレストの表皮のステッチは、プルハンドル部分で、影に隠れるような外観になっていますね。独特すぎて、ホンダ好きになっちゃいます。では、室内全体を、ささっとまず見てみましょうか。いろんなところに合皮が採用されていて、素材や質感は全然安っぽくないですね。ところどころユニークな形状があるので、それを受け入れられるのかどうかがネックになりそうです。シートを見ていくと、ヘッドレストの横幅が大きいですよね。ボックスも似たようなヘッドレストでしたが、これがホンダらしさということなのでしょうか。ちなみに、このシートは本革シートで、マルーンと呼ばれるインテリアカラーです。このマルーンはブラウンを基調にしていて、オレンジのステッチを入れ込むことで仕立ての良さや遊び心を表現しているようです。シートの背面と座面にパーフォレーション加工があり、ドアにもついていたカッパー色に近いステッチも装飾されていますね。触ってみた感覚としては少し表面が硬めで、本革らしさが感じられました。適度にお手入れをしてあげるとひび割れも防止できそうですね。また、このシートは、ブラック本革シートもあるようです。
最近の流行を考えると、ブラックの本革シートありだと思います。もちろん、このシートは電動シートになっているんですけど、側面だけメッキ加工されていて、手の触れる部分はマットでした。ほとんど傷も目立っていなくて、いいですね。そして、シートベルトは上下に位置調整できるものでした。シートベルトを固定する根元の部分は鉄製だったのですが、シートベルト固定する際、あまりグラグラしないので、固定しやすくて良かったです。シートの足回りを見ていくと、あまり大きな段差がなくて、すっきりしていますね。アクセルペダルとブレーキペダルにはアルミの装飾が付けられています。前幅が大きいので足回り広いですね。続いて、ステアリングを見ていきます。右側には、アクティブクルーズコントロール用のボタンが配置されていました。そして、左側を見てみると、ナビ操作用のスイッチが配置されています。そして、なんと中央下側にステアリングヒーターのボタンが付いていました。見た目が気になりましたが、ステアリングに関わるボタンが、すべてステアリングに集約されているのは使い勝手が良いなと思いました。パドルスイッチも付いていて、コンビスイッチはこのようになっています。左側のコンビスイッチには、マルチビューカメラのボタンも付いてました。ステアリング右側にはベンチレーターが付いていますが、操作ノブだけがグリル外側に出ていました。このハニカム柄のグリルかっこいいですよね。ETC やその他のボタンはこちらにあります。電源スイッチもステアリングの右側にありましたね。続いて、ダッシュボード周りを見ていきます。まず、A ピラーを見ていくと、坊主製のスピーカーが付いていました。ダッシュボード上にはスコーカーは付いていませんね。ダッシュボード前面には縁取りをするかのように、太めの段差が付いていて、中央にはスピーカーが一つ付いています。平たいダッシュボードをよく見かけるので、この段差のあるダッシュボードは、ホンダらしいユニークな形状だなと思います。中央にはパンチングメタルエアコンアウトレットが採用されていて、ワイドな見た目と、ダッシュボードとの一体感がすごく印象的でした。開口に厚みを出すか細くするか、メーカーによってこだわりの仕方が違って面白いですね。ホンダは開口を厚めにして、開口の中のテクスチャーにこだわっているように感じます。続いて、グローブボックスの中身を見ていきます。ダンパーが付いてるので、ゆっくり開きますね。グローブボックス自体は大容量で、多くのものを収納できることがわかります。車のサイズがでかくなると、こういった収納スペースも大きくなるのは嬉しい。中央のエアコンユニットですが、ダイヤルのカチカチ感と押し込み音がすごくいいです。あれ、そういえば、シートヒーターのボタンないですよね。と思ったら、なんとこのボタンがシートヒーターのボタンのようです。イグニッションをオンにすれば表示されるのですが、変に誤解を生まないようにシートヒーターのアイコンは表示させておいた方がいいと思いました。少なくとも、私はこの車にシートヒーターがないものだと勘違いしていました。エアコンユニットの下には、ワイヤレス充電用のスペースと電源ソケットが付いていました。そして、カップホルダーは横置きで2つ付いていて、揺れ防止用の爪も付いていますね。前幅が大きいからこそできる横置きですね。そして、注目のコンソール部分を見ていきます。まず、シフトは、なんと物理ボタンで構成されていました。しかもかなり肉がついていて、大きく感じました。その横幅のまま後ろにスーッと流れていくのかと思いきやドアのアームレストのところと同じようなくびれがここにもありまして、橋渡し構造になっていました。運転席と助手席で充電端子の形状は異なっているので、この端子形状は統一してほしいなと感じました。にしてもこんな形状のコンソールこれまで見たことがなかったので、ユニークに感じました。コンソールリストを開けて、収納容量を見ていきます。すごく奥が深くて、いろんな小物を収納できちゃいますね。しかもこのリッドは中抜きしてあるので、高さのあるものも十分収納できますね。中央ランプを見てみると、サングラスホルダーが付いてました。これから夏の時期、サングラスかける方にとっては嬉しいですね。そして、SOS スイッチもあり、肝心のライトは意外と小さめ、牙みたいな形状をしていますね。このグリルは、センシング用のカメラを冷却するための排気口なのか、マイク用のグリルなのかちょっとわからなかったです。さすがにこっちが、通話用のマイクのグリルかな。ルームミラーは自動式防減ミラーでした。サンバイザーはかなり大きかったですね。駐車券を引っ掛ける用のベルトが付いていて、これはすごく嬉しい。実際に、サンバイザーを展開してみたいと思います。バニティミラーとランプはサンバイザー側に付いていますね。ZRV は多機能なのに、そこまで高くないからいいですね。そして、最後にリアを見ていきます。リアドアの上部にも合皮が付いていて、しかもアンビエントライトも付いてます。かなりお金かかってますよね。
と、しかも、リアドアは、ドアにツイッターがついてます。ツイーターの発音する周波数は、人の耳にはあまり敏感に届いてはこないですが、でも、目に入るところに、スピーカーがあると気分高揚しませんか？いやー、ZRV ですね。相変わらずこのくびれは、主張が強いですね。リアにもスピーカーはついてます。この車両はBOSEスピーカー搭載しているので、合計で12スピーカーが搭載されています。それでは、後席の室内見ていきます。このカバー、先ほども取り上げましたが、すごく綺麗ですよね。前幅が大きいので3人座っても少し余裕が生まれそうですね。中央のコンソールリットを展開してみたいと思います。完全に宙に浮くタイプですね。ちなみにベゼルのコンソールリットは、後席の座面に支えてもらう作りになってました。やっぱり宙に浮いてる方が、しっかり作られてるような印象を受けますね。カップホルダーは2つついてました。天井周りは変にくぼんでないので、かなり広く感じましたね。圧迫感を感じることはなかったです。そして、よく見ると、こんなところにもミドルレンジスピーカーがついていましたね。オペラガラス越しに外を見る際に、このスピーカーも目につくので、ホンダとしては、目につくところにスピーカーを配置することを好んでるのかもしれません。私はこの作り、すごく好みです。前席のコンソール後端を見てみると、USB 端子2つとベンチレーター2つついてますね。後席の足回りは、フラットになってました。はじめ、電気自動車かと思いましたね。足のつま先が窮屈だと感じる人もいるのかもしれませんが、皆様は、フラットかくぼみのある方が良いかコメント欄で教えてください。そして、後席を倒してみると、なんとフルフラットにもなりますね。ただし、隙間隠し用のこのプレートが少し段差になっているようにも感じるので、車中泊をするのであれば、何かクッションなどを敷かないと、辛いかもしれないです。にしても、このほぼフラットな作り、いいですね文句なしです。いかがでしたでしょうか？値上がりこそしたものの、多機能でお買い得ではあると感じましたが、ぜひ皆さんのご感想もコメント欄で教えてください。それではまた。